こんにちは、八雲太郎です。さあ、やってまいりました。ついに念願のアートフェア東京。今回はじっくり全ブース制覇してますんで、皆さん最後まで楽しんでください。長年、ここはちょっと会場が狭いんで、動画がすごい撮りづらかったんですけれども、今回バッチリやってきたんで、早速行ってみましょう。さあ、ということで、今回もいつものアートフェアの動画と同じように音声は後から入れてます。アートフェア東京の会場にやってまいりました。今回はですね、出店者ということもあり、朝早く来まして会場の方をチェックさせていただきました。さあ、外には並んでるのはこちらのブースですね。いやー、VIP の日は HG さんとかアンミカさんとか来て、ここのブースは盛り上がっていましたけれども、早速入ってみたいと思いますね。はい。いきなり SH ギャラリーさんのところを偶然開けたというですね、ことなんですけれども、実はこの時はこの裏にさらに作品がかかってるのを知りませんでして、ここだけの動画になってしまいましたけれども、なんか入り組んでましたよね。SH さんのところは相変わらず画廊伝説ということで盛り上がっておりました。さあ、そして中に入っていきたいと思います。ご覧になっていただいている皆さんには、フロアマップがアートフェア東京のホームページに行くと、ニュースというところの中から探せますので、ぜひ一緒に見ていただけると分かりやすいんじゃないかなと思ってます。で、今、そのフロアマップで言うと D、ドア1というところから入って、すぐ左に SH さんがあって、時の忘れ物さん、そこからすぐ右に行って、右の一番端っこの通路を上に進んでいるような状態になってます。で、ここはギャラリー UG さんですね。ちょっとお邪魔してます。すみません。基本的にまだ開演前なので、あまり廊下側から撮るっていうスタンスにしておりましたけれども、ちょっと入らせていただきました。はい。ということで、なんとなくこう歩いてる雰囲気で見てもらえればと思いますね。はい。ここは小宮山東京さんになります。はい。で、こちらがギャラリー椿さんというふうに上に上がっていっている状態になってます。今年岡本太郎の作品が毎年あるはあるんですけれども、いつもより多かった印象ですね。やっぱり岡本太郎の作品、個人的には好きなので、いろいろと見れるのは楽しかったですけれども、岡本太郎さんの場合はね、鑑定期間がないっていうので、なかなか海外とか作品数もそんなに多くないんで、なかなか出回りにくいっていうのもありますけれども、ここは水谷さんのギャラリーですね。寺田倉庫のコンプレックス2の1階の左側にあるギャラリーさんですね。今回のアートフェア、僕が予想してたというか、予想するっていうことは人それぞれ違うんですけど、いろんなこう状況を見て、売り上げっていうかそんなにバカバカその絵が売れるような雰囲気じゃないのかなと思ってたんですけれども、結構意外と売れてた気がしてまして、ここは川田さんの画廊ですね。作品すごい売れてた印象なんですよね。だからこれ初日の VIP の時の動画なんですけれども、結構3日目4日目で作品入れ替わってるところもすごい多かったですね。須田国太出ました。僕が大好きなアーティストさんですね。はい。で、隣にも岡本太郎さんが飾ってありました。文字ファインアートギャラリーさんというところですね。大きい岡本太郎、いいですね。なんかやっぱり僕も
岡本太郎の作品はいくつか欲しいなと思ってしまいますね。結構アートフェア東京は本当にこの国際フォーラムでやってますけれども、やっぱり皆さん言われてたというか、まあ僕も毎年、これなぜ動画を撮れなかったかっていうのも、人が入っちゃうと、僕のこの動画、アートフェア系の動画を見てもらって、海外、韓国とか他のところを見てもらうとわかるんですけど、この廊下がまず広いんですよね。そのブースももちろん広いんですけど、そうすると、絵とお客さんとの距離感が結構広いんで、その、動画も、まあ動画を撮るという前提で言えば動画はとても撮りやすいし、作品もとても見やすいと。だからとても絵と人の距離感が近いので、まあ正直言ってもう狭いですよね。僕ずっと言ってますけどね。なんとか幕張じゃないな。有明とかでやっていただけるとね、もっと大きくドンとできると思うんですけどっていうところで、作品が入ってきづらいなんていう話もね、ありましたけど、今はですね、場所的に言うと、為永さんのギャラリーなんで、N62 というところですね。外から回ってきて、こう内側に入ってですね、いわゆる真ん中が骨董展というか骨董古美術をやられてる方の商店というか画廊さんが多いところでしたよね。さっき浮世絵とかも映ってましたけれども、そこに一回入り込んでぐるっと回っているということになってますけれども、とにかく入り組んでますけども、フェアの会場自体はやっぱり、まあ、海外とかに比べれば狭いので、まあ、大体そうですね、ゆっくり見ても、まあ誰か知り合いとかあって話し込まなければ、まあ、1時間ぐらいあれば見れるんじゃないかなと思ってますけれども、フィリップ・コルバートがありましたね。そうですね。そうなると、まあ大体1時間から1時間半ぐらいの所要時間っていう感じになりますね。で、ここが、いわゆる、まあ僕が骨董街と呼んでますけども、骨董通りと呼んでますけれども、今回は浮世絵とか、これはもう春画ですね。中はもう18歳入れません。みたいな感じで、やってましたね。ですので、ここではもちろん映せませんし、入れませんのでね、ちょっと想像してっていう感じですけども、そうですね。だから全体的には、ギャラリーはいくつなんだろう。今年は去年よりも増えたという話があって、ギャラリーの総数がですね、総数が増えたので、その分、一個一個のブースのスペースが少し狭くなって、余計にごちゃごちゃというか、になったっていう印象でしたね。はい。で、こちらでは、新生堂さんのギャラリーですね。筋肉マンのコラボをやってましたね。やっぱり今、ね、この前もニュースであったりとか、アニメのコラボも現代アートとアニメというか漫画っていうのも結構、近くなってきたのかなという印象ですね。はい。これはノコギリというですね、ギャラリーさんですけども、可愛かったですね、この陶器の。ここは、立体中心に作品を展示してましたけれども、場所も良くて、可愛い作品も多くて、すごい良かったですね。今はですね、先ほどのというか、一番、まあ、マップで言うと一番上の廊下を歩いているような状態です。今は一番上の廊下をどっち側っていうんですかね、反対側というか、来たのと反対側に歩いている感じですね。こっからぐるっと回って、奥に見える方が、いわゆるこう、マップで言うと左側ですかね。
ちらっと今、岡本太郎さんの扱ってるギャラリーさん見えましたけれども、これを、真ん中にちょっとした広場があるんですけど、そっちに向かっているっていう感じになってますね。この家が燃えてる絵がやっぱりとても人気でしたね。まだ本当にこれ初日の朝9時頃の映像ですので、設営が終わってないギャラリーもあったりとかして、はしごが置いてあったりしますけど、ここは名古屋画廊さんですね。こちらはクマコンテンポラリーさんです。さっきのこう立体がね、結構こう目の錯覚というか、そういうのでぼやんと見えるというか、そういう感じになってて人気でしたね。ここの先が骨董通り、いわゆる骨董通りと僕は呼んでるところになってますね。土器があったり、器があったりとか、その中でも具体の作品がかかってたりとか、浮世絵があったり、今の北斎とかもそうですけれども、そういうものが並んでる。個人的には、絵画も面白いんですけれども、器とか古美術が個人的には好きなので、ちょっとこの辺のアートフェア東京ってね、独特でこういう日本の古美術、こういうものがあるのが一つ楽しみの一つですけれども、この骨董通りのお店の方々はこの作りがね、めちゃくちゃこう見てくださいよ、めちゃくちゃ凝ってるじゃないですか。それだけでもちょっと面白いっていうね。ここは日動画廊さんですね。ブースの番号で言うと N の67番になりますね。下の方に下っていっている感じになります。こちらが武田美術さんですね。流派たくさんかけておられましたけれども、広いブース取られていて。で、ここがドアにという方になってきますね。これシャガールかかってましたね。キャンバスのものすごい、高いというかですね、いい作品で、さすが溝江さんのところだなという感じがしましたけれども、こちらはギャラリーセラーさんですね。細川真紀さんの作品がちょっとかかってたんですけれども、この時は気づかずに、というかここ通れるのかなみたいなところも実は通れたりする、複雑な入り組んだフェアになってましたので、はい。やっぱりでも全体的に立体は多かった気がしますね。立体の作品。やっぱり日本だとというか、その壁に穴開けちゃいけないとか、いろんな制約があったりとかしますんで、ボンと置ける立体作品というのは、なんていうんですかね、こう、いくつあってもいいというようなですね、感じになるんじゃないかなということで、立体物の作品も結構、スカルプチャーなり、セラミックなり、多かったですね。はい。やっぱりちょっと、ここが皆さん休憩したり椅子が置いたり、ワンクッションあるスペースですよね。ここが、水間アートギャラリーさんですね。ここが、端っこの方に奥田裕太君の絵がかかってたりとかしていましたね。今までのスペースと、少しこっちのスペースで、なんていうか、外国のギャラリーはこっちに集中していて、で、海外で活躍されているというか、日本の、メガギャラリーというか、その世界のメガギャラリーというよりかは、日本の老舗だったりとか、フリーズとかバーゼルとか出てたりとか、海外の画廊っていうのが、こっち側のエリアに集中してるっていう感じでしたね。なので、こっちには、いわゆる骨董通り的なものはなく、っていう感じでしたね。ここはパールラムギャラリーさんですね。で、今も正面にちょっと縦長の作品ちらっと見えましたけれども、あれとかも3日目ぐらいにはもう変わって違う作品になってました。ここはマキギャラリーさんです。マキギャラリーさんは去年もこれぐらい、位置もこのぐらいの位置だったと思いますね。はい。
で、ここはターゲットさんですね。で、こっちのエリアはタローナスさんだったり、パールラムさんだったり、マキさんだったり、高石さんだったり、手塚山さんだったり、ギャラリーターゲットさん、小山富雄ギャラリーさんだったり、開会危機ギャラリーだったりするんで、そうですね、少し、なんていうんですかね、言い方がなかなか難しいですけれども、海外でも大きいフェアなどで活躍されているギャラリーさんが多くこっちのエリアにはいると。で、地図で言うとですね、左のちょっとブースマップ見ると色が少し濃くなってる部分を左の手前の下の廊下を左の奥に進んでいっているような状態になりますね。はい。こうやって見ると、今はちょっとぐるっと回ってますけどね。はい。左右があるんで。今のところがミサシンギャラリーさんですね。で、ここがペロタン東京ということで、ここの作家さんもコンセントとかモチーフにして、で、開会危機ギャラリーさんですね。ミスターさんの作品がかかってました。中入って、例えば今のと、こういう。ここはぬかがさんのギャラリーですので、で、魔法久保田さんのギャラリーが見えていて、ジュリアン P が見えているということになっているので、一瞬通路を上に行きかけたんだけども、左の方に戻ってきているような状態ですね。はい。まだ設営やってるんでね、ドリル打ったり、ゴゴゴってやってますけれども、やっぱり初日はやっぱり人が多かったですね。はい。VIP の日。ただ、今回のアートフェア時計寒かったんですよね。僕はずっと上のフロアにいたんですけど、本当に凍えるぐらい、ほとんど外にいるとあんまり気温変わらない状態で、結構寒かったですね。ここは田口ファインアートさんになりますかね。まだ上に貼らないのかな。ここは。で、この今見えているのが、ブース番号で言うと、S10 とか S9 ですよね。松浦さんの作品ですね。東京ガロープラス BTAP で、ケンジ滝ギャラリーから日動コンテンポラリーという風に、ブースマップで言うと、上の廊下を左から右に歩いている状態になっています。いやー、でも本当に、なんだろうな、僕のこのアートに対する見識がまだまだなのか、経済の状況というのを把握していないのか、どうなのかわからないんですけれども、あと福岡、それとか、あと SG とかっていうレポートをいろいろ読んでたんですけれども、アートフェア東京も、なかなか今、現代アートのですね、このマーケットというのが、ここは台湾のイリアーツですね。はい。マーケットというのがですね、なかなか厳しいんじゃないかという見解で、いたわけですよ。で、そういう風な感じになるのかなと。実態はわからないんです。売上の実態は本当に、それぞれじゃないとわからないですし、最近はキャプションを貼らずにね、リストで作品の管理をするとか、赤い丸も貼りませんみたいな、風習というかトレンドもあるので、売れてるか売れてないかっていうのはもう本当に一件一件聞いてもらわないとわからないような状態ではあるんですけれども、僕の印象では、それこそ僕が思っていたのの何十倍も、売れていた印象です。作品はとても順調に販売されていたという印象ですね。はい。基本的に僕は今回出展させていただいてたんで、
上の階層の方にいたんですけれども、それでも上の階層もちょっとバズってましたね。お客様というかご来場者様、来場者もすごい多かったですし、なんだろう。ちょっと不思議な感じもしましたね。おそらく、売れてる、もちろんその下のね、価格を言い出すとあれですけれども、100万円くらいの価格帯だったら、動いてた、それなりに動いてた印象がとてもします。だからこれぐらいで、今僕が動画撮ってたぐらいで、一旦ざーっと見るんだったら回れるぐらいの規模っていう感じになってると思いますね。はい。でも本当に、結果良かったギャラリーさん多いんじゃないでしょうか。そしてこれが上のスペースになります。地下のスペースはだいたいあれぐらいで回れるということで、ここが上のスペース。こっちは無料スペースというか、無料とは厳密に言わないのかもしれないですけど、入場券いらなくても入れるブースで、アートフェア東京ってこう上下に分かれてて面白いじゃないですか。で、毎年いろいろあるんですけど、いろんな人の話を聞くと、下が面白かった上の方が面白かったみたいな話も結構聞くんですよね。っていうのは、下のスペース、地下1階の先ほど見ていただいた1階の方は、割と毎年同じギャラリーが出てるシーンっていうようなことなんですかね。上の作品の方が見てて面白かったみたいな、なんか毎年、今年は上が面白かった、今年は下が面白かったみたいな話があったりするんですよね。で、上のギャラリーも、なんていうんですか、上だからって言って、安いとか高いとか、その作品の値段がね、作品のクオリティがっていうのもあるんですけど、上は基本的にその工芸とか、ジュエリーとか、だいたい毎年そういうのが混ざってますんで、どういう位置づけでこっちを選んでるかみたいなのはちょっとわからないんですけど、確かにブースは少し下のブースよりもなんか自由が利かないというか、狭いブースになってはいましたね。ここはセゾンさんのところなんで、毎年この受付の裏はドーンって構えて、前回かな、山口めぐるさんのが正面にボーンってかかってたとかっていう、なんとなくそんな風に覚えてはいるんですけれども、だから上もすごい盛り上がってましたね、今年は。で、こちらはですね、反対側からというか、ブースマップというかフロアマップでいうと、右の下の方から見ていっている感じになります。こう左右にエスカレーターがあって、国際フォーラムのこの下に降りるような感じになるんですけど、この辺も終日というか、その会場から出てきて、ここの下からね、上にこう上がってきて帰る帰路に向かうんですけれども、そうするとここのスペースに当たるんで、あとその入場の時間が決まってますんでね、皆さん少しちょっと早く着いて時間を潰すなりなんなりするっていう時にですね、こちらの方のこっちのエリアを見るっていうような感じでしたね。アートフェア東京全部見てもそんなに体力的には消耗しないんで上見て、ただやっぱり上のこの壁側のスペースですかね、こっち側のスペースですね。ブースがあるっていうことに気づいてない方も多分いっぱいいらっしゃって、人数が、歩いてる人の人数が急に10分の1ぐらいになっちゃうっていうね。この辺はもうちょっとアナウンスというか、大きく矢印を書くとか、なんかしてほしかったですね。ブースマップを持って、一個一
構くまなく見るお客さんっていうのはそんなに多くないと思いますしね。やっぱり目的があるところでは使いますけど、ぐるぐるなんとなく回るというお客さんが多いんじゃないかなって思ったりもしますね。これでもう一周ぐるっと先ほどの反対側の映像から全部のブースを見た感じになりますよ。アートフェア東京2024いかがでしたでしょうか？ここからは少しだけ、感想というか、いわゆる前日6日の日、搬入の時も少し回してましたんで、なんとなく雰囲気楽しみながら、なんとなく今回の感想でも話そうかなっていう感じなんですけれども、先ほども言ったんですけれども、思った以上ってその思ってる度合いが僕がもしかしたらとんでもない低い予測というか、思ったよりですね、盛り上がってたし、金額で言ったら40万、50万ぐらいの作品だったら、もう通りがかって、はい、買いますみたいな場面もちょいちょい見受けられましたし、全部が本当にどういう結果になってるかっていうのは、正直蓋を開けてもわからないような状況だと思いますからね。なんかその現代アートマーケットが低迷してとか、いろんな話もしてて、実際そういうようなことも感じもしたし、レポート読んだりとか、総合的になかなか厳しいんじゃないかって思ってたのにもかかわらず、アートを買う、作品を買う方がとても多かったし、毎年ここで一つ買ってるんですっていう、この1年に1回アートや東京に来ること、そしてここで何か作品を買うことっていうのを楽しみにしてるっていう方も、何人かというか、それなりにいらっしゃって、何年そういうのが続いてるかわからないんですけど、すごくいい傾向というか、1年に1回の楽しみにしてる、そういう方々も結構たくさんいらっしゃって、未来は明るいなというような気もしますし、インバウンド、いわゆる外国人の人がもちろん来てましたけど、なんか円安だからって言ってお得感で買ってるような印象は僕はそんなになかったんですよね。ますます僕の中では分からなくなってしまっていました。別にその予想屋じゃないんでね、とても良かったし、なんかすごい未来を感じましたね。とてもいいフェアだったなという感じがしましたね。ただやっぱりその場所だけがね、極論言えば上はいらないんじゃないかとか、その入場料がいらないところのとこですよ。下だけの規模でやればいいんじゃないか。でもそれだと少ないわけでしょ。ただやっぱりもうちょっと広いとこでワンフロアでやってもらえるといいんじゃないかと。これは切なる願いですよね。今回のアートフェア東京2024はおそらく大成功だったんではないでしょうかという思ってます。個人的にはわからないです。それはその人それぞれだと思いますけどね。ということで今回はですね、念願かなってアートフェア東京をこうやってバシッと撮ることができましてありがたく思っております。では長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた来週もご覧ください。ありがとうございました。